格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。最近格ゲーのあいうえお作文ばっか考えちゃってんだよね。それって意味あるんですか？試しに3人でやってみようよ。マスターからまずは格ゲーの「か」。確定反撃をミスる時もあるけど、格ゲーの「く」。苦しい訓練を乗り越えて。格ゲーの「げ」。芸能人最強僕です。いつかちゃんプレイエリアのさレバーがちょっと掃除してきます。ちょいもういらっしゃい。いらっしゃいませ。ソウルキャリバーの数々の大会で優勝しまくってるお二人が。はじめましてよろしくお願いします。お願いします。今夜のお客様はソウルキャリバー6で大活躍の2人。1人目は上園選手。プレイヤーとして第一線で活躍する傍ら、数々のイベントで実況も務める。弱いというか、あんまりその力が。今年3月に行われた大会ザ・ウェポンマスターでは並みいる強豪を抑え準優勝に輝いた。2人目はユットト選手。今年だけで国内外の大会を3つも制している実力者。若干20歳ながらエボ2019でも優勝を果たした今最も熱いソウルキャリバーのプレイヤー。まずはそのエボ2019のお話を聞いていきましょう。ゆっととさんはね優勝したわけですよ。どうでしたか？いやー、やっぱり何よりも嬉しかったですね。後半戦はもうギリギリの戦いばっかりでしたよ。特にフランスのスキルとの試合、はい。あれは決勝戦以上に印象に残っている人も多かったと。いやー、そうですね。ほとんど覚えてないです。ほとんど覚えていないギリギリの状況で超必殺のクリティカルエッジをうまく出して、それで本当に逆転したんです。それが当たらなかったらもう負けていたし。その対戦の様子がこちら。スキル選手に追い込まれるユットト選手。誰もがユットト選手の敗北を予感したが、Soul charge. Here we go. Okay. Here we go. Load the space. He chops it up. Gets some damage. Good guy. Is he disrespected? He's got to respect it. Lethal hit. He stays in. And it's gonna go to a box. 起死回生の一撃を浴びせ見事勝利。 Smart to jump. Just in case skill. やばかったですよ、ぶっ放し。事前に確認はしました。もうこれ技をガードしたら、絶対振ってくるなっていうのを3回ぐらい確認してから。なるほど、じゃあそれよしじゃあ打とうをしっかりそこでその相手の癖っていうのを読んで、ここしかないというところでやったわけですね。で上園さんはそのエボリューション2019いかがでしたか？今回結構自信あったんですけど、思ったより動けなくて全然。やっぱ練習時間が足りなかったんですか？体調管理がすごい難しい状況だったんですよ。飛行機が飛ばなくて、前々日着く予定が前日の夜になっちゃって、あんまり休めなかったんですけど、でもそこで俺練習を優先しちゃったんですよね。時差ボケがありつつでそれが本当に失敗でしたね。疲れてたのにプレイしちそうなゃったみたいな。んですよ。朝も早起きして練習しちゃったんですよ。なんかやんなきゃと思って。そうだよね。それがちょっと良くなかったなっていうのはやっぱりありました。一番感じました。ユットトさんはどうされてたんですか？大抵旅行すると風邪ひいちゃうんですよ。いる、そういう人いる。で珍しく今回は最初から風邪ひいた状態で乗っちゃって逆に良かった。そう逆に良かったんですよ。治った状態で挑めたみたいな。はい、ちゃんと休眠取って出れたんで。やっぱ格闘ゲームってたかがゲームといえどもやっぱ精神だけじゃなく肉体が超重要なんだね。そうですね。お二人は一日どれぐらいソウルキャリバーやられてらっしゃるんですか？続いてはお二人の練習時間について。時間が取れる時は、3時間とか。結構短いんじゃないの？それってちょっとすぐ疲れちゃうってのもあって。まあそりゃそうなんだろうけどそれでもエボとか大きな大会の直前でもそれぐらいの、そうです。これってどういうことなんですか？説明してください。天才。本当に効率がいいと思います練習の。上園さんは？俺はチーム入ってから最初にその台湾の大会とかにいたんですけど、その時は15時間ぐらい。ほら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 。
ちょっとそれはやりすぎ。2人の間に1人欲しいんだよね。6時間ぐらいの人が1人ここに欲しいんだけど。でも別にきついとかじゃないんですよ。やりたいからやってて。そうですよね。であとはその早い時間って対戦があんまり起きないんで、でまずそのトレモをやるじゃないですか。で調べたことを早く試したいんですよ。わかるわかる。まあ夜とかから対戦始まるんで、なんかずっとやっちゃうみたいな。特にこの2人で思い出すのが、ウェポンマスター大会、その決勝が上園対ユットとだったんですね。今年3月に開催された大会ザ・ウェポンマスター決勝で対戦した2人。ユットト選手が終始圧倒する展開。残り消化天神から攻め込んでくる。我慢できているリフティング。優勝。最後まで危なげない試合運びを見せたユットト選手がチャンピオンに。お互いのその特徴というか対戦してのイメージみたいなところがあるか聞いてみたいんですけど。上園さんって人読みがうまいんですよ。もう相手のどんなに知らないプレイヤーさんでも大体1ラウンド見たら2ラウンド目からもう読んでくるんですよ。でそこが強くてもう純粋に読みで勝てない部分が多いんですよ。ウェポンマスターの決勝の時もいきなり2本取られちゃって、なるほど。あと1本取られたら負けるっていう状況からもう普段やってない動きをしようと思ってプレイしたらうまくはまって勝てたって感じですね。なるほど。対応され始めたって分かったんですよ自分も。あ今対応されてるなって思いながらも、でも確かにそれで勝ってたからそのままズルズルいっちゃって負けてしまって、もう俺もキャリバーじゃなかったら多分今現役いなかったらととしいってとこなんですけど、まさか20歳の若いプレーに対応されるとはなと思ってびっくりしました本当に。トトさんの強さってどこにあると思いますか？ラウンド間で今言ったみたいに切り替えられるんですよ。突破口を自分で探れるんですよ。これやってみようこれやってみようこれやってみようみたいな。でそれ通んなかったら通んなかったものは捨てて、で通り始めたらこれをやっていこうみたいなのを10試合20試合したら強くってできるんですけど、それを本当に1試合とか2試合の中でやってくるのがありえないですね。だって重要な試合でぶっ放しで勝ったっていうのはそういうことだよね。マスター話聞いてたら僕もソウルキャリバー6やりたくなってきました。ぜひやりましょう。あるんかい。ということでゲームコーナーへ。今回対戦するゲームはソウルキャリバー6。そしてなんと対戦カードはザ・ウェポンマスター決勝のカード再びユットト選手 VS 上園選手のスペシャルマッチです。まずはお二人に、意気込みを聞いていきたいと思います。ユットさんからお願いします。やっぱりエボを優勝したんで、さすがにここで上園さんといえども負けるわけにはいかないなと全力で潰しに行きます。わかりました。はい、では上園さんお願いします。俺の最大のライバルと言いますか、単行部と言いますか。単行部ですね。完全単行部なんで上京してます。あんまり言わないよね。倒すことを除去する。それではじゃあ始めていってください。お願いします。お願いします。楽しみ。上園選手はソンミナ、ユットト選手はボルトとそれぞれ持ちキャラを選択。見ていきましょう。ほら、リスカちゃんゴールドが可愛い。ざわつきましたね逆に。業界がざわついたよ。ということで、始まりますスペシャルエキシビションマッチ。このステージによってかなりね特徴があるんですよ。このソウルキャリバーでこのステージは、四角形なんですけど、この四角形の隅の部分が壁があるんですね。つまりリングアウトしない。3ラウンド選手制のガチバトルスタートです。そして左側のこのソンミナを使うのが上園。このソンミナを持ってるザンバトルなんで非常にリーチが長い技を使うことができます。そしてこれはまたリングの際に追い詰められているので脱出したい上園に対して、このユットトがおっと軸を出したぞ。だが連続技にはつながらない。下段からの中段で崩していきます。しゃがんでいる。これはどうだ。落ちない。のか落ちる。落ちない。これ一緒に落ちましたけど大丈夫なんですか？ステージ端に追い詰められたユットト選手のボルトでしたが、見事立ち位置を入れ替えて上園選手のソンミナを場外へ。続いて第2ラウンド。これもちょっと特殊でですね、ダウンする技じゃないと本当はリングアウトしないんですけど、あのレシーブを食らうと片足が上がっちゃって内部的には浮いてることになるんですよ。それでリングアウトしますね。見事でした。まずはユットトがラウンドを取りました。そして今ソンミナの体力ゲージが黄色くなってるんですよね。これガードゲージが減ってきてるという証拠です。
はい、上園の方がユットとの技をガードしまくって今赤くなりましたよね。もうそろそろガードが壊れてしまう。ガードブレイクしちゃう。非常に危険な状況。そしてユットとはこのガードゲージを壊さずにこのラウンドを取りたい。壊さずに取っていくことに成功する。するとどうなるかというと、このガードゲージはラウンドをまたぐんです。2ラウンド先取され後がない上園選手。でもすげえ今のコンボあれなんだ、めちゃくちゃ減ってたけど、トンミナというキャラはちょっと特殊で技がリーチじゃないんですけど、特にそのザンバトの先端を当てるとヒットの効果が変わるんですよ。威力が高くなる。先端を当てることであれこれああね、ワンコンボで落ちるんだ。第3ラウンドは上園選手が勝利。連勝して勢いに乗りたいところですが、果たしてそしてこのゴールドはこのようにジラックというその構えや手向け状態から強力な技を出せる。そしてこれはソウルチャージを使って、このユットとの線を一旦しのいだ形ですね。だが、この上園のガードゲージは検討中です。危険だぞ。下段を決めていく。うわ、中段やってしまった。ジラックからも走り、これが実は下段になっておりました。最後は一瞬の隙を見逃さなかったユットト選手が怒涛の攻撃をヒット。エボ王者の貫禄を見せつけます。ということでスペシャルエキシビションマッチ勝者ユットと。よかった3コマが増えました。対戦を終えてのですね感想を伺っていきたいんですけど、まずはユットさんから。いやでもやっぱりディフェンス面が強くてやっぱり崩しにくいんですよね、もう下段も最初のラウンドはもうガードされっぱなしで、正直どうやって崩そうかなって悩んでました。なるほど。うまく動き変えて、結果的に噛み合った。試合の中で対応したと。上園さんいかがでしたか、対戦してみて。最初のラウンドでコンボ決めて、あの後2択になってるんですけど、その2択ちょっと読み分けちゃって、あれを多分落とせたんで円ができたんで、なるほど。そうもったいなかったかなっていうのと、あと序盤ガードできたんですけど下段を、逆に今度は中段食らいまくっちゃったんで、途中から後半はそれが良くなかったかなって感じで、さすがでした。ありがとうございました、昨年に続き2回目の開催となった任天堂ライブ2019。最新のゲーム体験や人気タイトルの大会など、会場は2日間にわたり大いに盛り上がりました。こちらは日本一のスマブラ小学生チームを決める決勝大会。全国6地区を代表するチームが競い合います。3on3 の団体戦。小学生らしからぬハイレベルなプレーの応酬に絶えず大きな歓声が上がっていました。そして決勝は大阪代表 VS 東京代表というカード。応援してくれているみんなのためにも優勝したいです。ここまで2連覇を目指して頑張りたいです。大阪代表ノーゲームノーライフが優勝に王手。なんとか一矢報いたい昨年覇者の東京代表マスクドコッコですが、小学生とは思えない見事なプレーの連続でした。おめでとう。大盛況となったスマブラスペシャル最強ファイター決定戦。イベントは両日で開催され、それぞれ最大で256名が参加する個人戦の公式大会です。Day1 優勝となりました。そして Day1、Day2 の優勝者が最強の称号をかけ頂上決戦に挑みます。その中から勝ち上がってきた王者が2人。Day1 の勝者は西日本リーグで活躍する強豪ルナマド選手。クッパ、ルイージ、パルテナなどさまざまなキャラを使いこなします。Day2 の優勝者はコメ選手。シュルクというキャラクターを一貫して使う日本最強のシュルク使いと言われています。1本目はコメ選手が勝利。ギリギリの攻防が続きます。俺はこの一撃でダメージを与えるが撃墜までいきません。さあもう時間がないぞ。5秒前。さあスーパーサドンデさんがあるのか。ルナマド
時間いっぱいとなる接戦、スーパーサドンデスに突入します。頂点に輝いたのは米選手。最強ファイター512名の頂点に輝きました。今の気持ちいかがですか？これはシルク使い増えますね。よければサムで遊ぶときにシルク使ってみてください。お願いします。そしてこの大会の上位4名がチームを組んで挑んだのが大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルワールドチャレンジカップ。世界のトッププレイヤーたちが3対3で競います。そして世界選抜チームには現世界最強と言われる MK レオ選手が。 MK レオ選手は18歳という若さでエボ2019スマブラスペシャル部門で優勝。今最も注目を浴びる選手の一人です。そして日本代表はこの4人。試合ごとにこの中から3人が戦います。こんな大舞台まで来れてすごい嬉しいです。ワールドチャレンジカップ絶対勝ちます。その決勝、激戦を勝ち抜いたのは下馬評通り世界選抜、そして全国のトッププレイヤーが集結した日本代表との一戦に。中でも注目のバトルとなったのが世界ナンバー1の呼び声も高い MK レオ選手対日本代表ザクレイ選手の一戦。ザクレイ選手は初日に行われた日本選手権で優勝。今最も勢いに乗る日本人選手の一人です。対する MK レオ選手もさすがの攻防。試合は2対2のフルセットへ。日本と世界のトップ対決ともいえるこのバトル、勝つのはどっちだ？ MK レオが下にいる。ザクレイ早く降りたい。ただ MK レオがそうはさせない。空中上からニュートラル空中前まで狙っている。ザクレイ反撃に転じることができるか。投げを通して 119%。 これはルキナにはスライクにだぞ。空中後ろを突き刺していきます。ザクレイ選手、意地を見せる気迫の一勝。しかし試合は世界選抜が3対1で勝利し見事優勝。その名に恥じぬドリームチームでした。Thank you everyone for support the game. Hopefully I'm gonna be back really soon. And of course I love Japan. I love everyone in here. And yeah, we all love Smash. そしてこの日、ステージではある重大発表も行われました。スマブラスペシャル、来年1月に開催されるエボジャパン2020のメイントーナメントとなるものが決まりました。世界最高峰の素晴らしいバトルの数々。スマブラシーンの盛り上がりを肌で感じる一日となりました。鉄拳プロゲーマータヌカナ選手、女性プロゲーマーのパイオニアの一人として今なお飛躍し続ける人気プレイヤー。今週の格ゲーレッスンではそんなタヌカナ選手に初心者いつかがスペシャルインタビューを敢行。数ある格闘ゲームの中でなぜ鉄拳を選ばれたのかっていうのをちょっと聞きたいんですけども。実際のところ自分が鉄拳を好きで始めたっていうわけではなくて、なんでかっていうと、私鉄拳を始めたのが高校生の時、高校2年生の時なんですけど、学校で鉄拳が流行ってたんですよね。で、私も建築の学校だったので男子生徒がすごく多い。なので男の子がみんな帰り道ゲームセンターによって鉄拳やってるんですよね。で、仲いいグループの子らも始めてて、でみんながやってるからじゃあ私も混じってみようかな、それなんてゲームみたいな。で、鉄拳っていうゲームやでっていうことでやり始めたのがきっかけですね。その時に一緒にじゃあプレイされてた相手っていうのはもちろん男性ばっかり？もうほとんどなんですけど、ただ同じ高校の少ないながらも女の子がいたんですけど、その子らもやってたので基本的にちょっと珍しいんですけど、女子高生3人でゲームセンターの格ゲーの筐体のところでやってたので、それがちょっとしたSNS で女子高生が格闘ゲームやってるぞとかちょっと騒ぎになったこともあるくらい、ちょっと珍しい光景でしたね。
女性ゲーマーの中で何か結構集まったりこのプレイかっこよかったみたいなのとかって結構話題になったりするんですか？その人のプレイというか、大会でこんなことをして勝ったみたいなのとか、そのバックグラウンドのドラマとかで、特にパキスタンの選手がそう無名だった選手が出てきて勝った時なんかは、もうそうですね、私もですけど周りもみんなでそうですね、すごい話題になったりは、こんな人いたんだとかこんなことができるんだみたいな、自分の鉄拳のプレーを見直すきっかけになりましたね。今までできないと思って諦めてたことをこの人はやってるから、私も頑張ったらもう少し近づけるんじゃないかとか、そういうプロの人ほどやっぱ見直すきっかけにしてるんじゃないかなと思いますね。私もなんかストリートファイター5をちょっと最近始めたんですけれども、何かアドバイスというか。アドバイスか、格闘ゲームって対人戦とかも結構ランクマッチとかも行ったりしますか？まだ全然で CPU です。まだか、ランクマッチ出た方が楽しくないんですよ。なんでかっていうと勝てないから最初マジで勝てないからだから基本的にランクマッチまず行く前に、対人戦は知り合いの初心者の人とかとやるのが一番よくて、モチベがやっぱ保てないので、だから絶対一人でやらないことやっぱり長く続けたいと思うんだったら、一番大事なのってモチベーションとか楽しいっていう気持ちなんですけど、そこは自分が楽しめる方法で長く続けていくと、それも上達の近道かなと思います。近くに友達がいない場合はどうしたらいいでしょう？そんなもんね、あなたね、こんなね若くて可愛い女の子がツイッターでちょっと書いてみ、ストリートファイター同じくらいのレベルの人誰かとか言ったら山ほど来るから。そうなんですね。山ほど来るから。ツツイッターとかでちょっとつぶやいたら山ほど来るからね。わかりました。でその中で、女の子がおったらいいんですけど、いなかったらもう無害そうな人を選んで、一番いいのは配信とか、例えばなんですけど配信で「じゃあ始めました」って言って誰かアドバイスくださいって言うじゃないですか。もう教えたがりのおじさんいっぱいあるから山ほど来てずっと言ってくる。ちょっと多分イライラすることもあると思うんですけどこれやってとか言われて何やねんみたいになるかもしれないんですけど、一番いいのはそうですね、誰かさっきのはめこさんとか、でも宇藤優馬さんとかもうそこら辺に頑張ってちょっと教えをこったりしてもいいかもしれない。わかりました。ちょっとやってみます。一番楽なのはツイッター。プロゲーマーを目指している方いると思うんですけども、その方たちに何か一言でもアドバイスがあったら。プロゲーマー目指している人たちなんですけれども、じゃあゲームが好きだからやってる人はもうそのまま目指したらいいと思うんですけど、例えばそのゲームが流行っているから、そのゲームをやれば目立てるからでやってプロゲーマーになろうとしている人はやめた方がいいです。本当に好きでやらないとプロゲーマーってやっていけないし苦しくなるし、プロゲーマーになるゲームを選ぶんじゃなくて、あなたが好きでプロになりたいなって思うようなゲームを選んでやってほしいなと思います。だからまずは好きなゲームを始めるところから、プロゲーマーになりたいじゃなくてこのゲームでプロゲーマーになりたいっていう気持ちを持ってもらったらなと思います。はい、ありがとうございます。たくさん楽しい話本当にありがとうございます。そろそろ閉店のお時間となりました。いかがでしたか？冷房よりも緊張しました最初。ある？内心結構ガクガクします。これを機に楽しさが少しでも伝わってたらいいなと思いつつ、新しく始めてくれる人がいたらなと思っております。ゆっとさんと神尾さんに来ていただきました。またのお越しをお待ちしております。ありがとうございます。またね。次回は桃地選手と孫選手がご来店。お楽しみに。